皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回ですね、Procreate Dreams の基本的な使い方を紹介していきたいと思います。つい最近ですね、リリースされたばかりの Procreate の新しくアニメを作る用のアプリがね、出たということで早速触ってみました。僕もね、かなり楽しみにしていたアプリになりますので、実際触ってみてですね、すごい面白かったので、ぜひですね、皆様にも触ってもらいたいと思って、とりあえず今回はですね、基本的な、簡単に使う方法を紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見て、Procreate Dreams 使ってみてください。それでは早速やっていきましょう。さあ、まず早速なんですが、Procreate Dreams ですね。もう起動したらこういう画面が、出てくるかと思います。もう早速ね、やっていきたいと思うんですが、この画面、ここをですね、シアターと呼びます。で、ここからいろいろ作ったファイルを見ることができるんですが、最初から入っているファイルとかですね、自分が作ったファイルとかが集まってくる場所だと思ってください。で、ここのシアターの右上ですね、ここのプラスを押してあげることで新しいムービーを作ることができますので、ここでですね、自分の好きなサイズを選んで作っていってあげましょう。SNS 用もね、ありますので、結構ね、面白いフォーマットがね、置いてあったりします。正方形もね、ありますしね。なので、この中から好きなものを一つ選んで、あとは描画新規ってありますので、描画の場合は描画のモードになって、最初から書くことがね、こうやってできますし、新規の場合は、普通に新規のですね、新しい何もない状態で生まれます。基本この新規でね、やっていいかなと思いますので、まず新規で作っていきます。で、ここでですね、新規で押した後に、まず最初にこういう2画面出てきて、ここがですね、ステージと呼ばれる場所ですね。作画したりする部分。ステージ、この黒い部分がバックステージと言います。で、その下にタイムラインが出ていて、ここにアイコンがあって、基本的にこのメニュー、このアイコンでね、すべて補う形になっております。だいぶシンプルですよね。で、こっち側に、秒数が表示されてたり、名前、ファイル名とかね。あと、この左側に四角がいっぱいあるんですが、これを押してあげるとさっきのシアターに戻ることができます。であと、この状態でですね、他にもこの今、ドリーム3って書いてる、この名前ですね。これを押してあげると、こういう感じで設定が出てきます。フレームの数が変えれたり、再生時間が変えれたりですね。いろいろとここで調整することができますので、ここもぜひですね、いじってみてください。ここの細かい説明もね、そのうちまた動画でしようと思うんですが、今回ちょっと簡単な使い方なので、パッとね、説明で通っていきます。で、ここから早速アニメーションを作っていきたいとかね、いろいろ考えていった場合にですね、どうやっていくかなんですが、まず、アニメーションを作る場合、いろんなアニメーションがね、あると思うんですが、今回は一番最初に流れていた木のところにですね、鳥が飛んでいくようなアニメーションを作っていこうかなと思いますので、まず背景をですね、持っていきたいと思います。で、その背景の持っていき方なんですが、ここのプラスボタンですね。ここからデータを入れることができますので、ここでですね、ファイル、ビデオとかね、写真とかいろいろありますので、ファイルで、自分で作ったファイルだったりを持ってきてあげます。そしたら読み込むことができますので、これで読み込んだらこんな感じでトラックにね、入っていきます。であとはこれを拡大縮小してあげて、こんな感じでね。で、配置してあげることで、まずこれで BG ですね、背景を入れることができました。で、この上にですね、鳥とかを書いていきたいと思うんですが、今このプラスをですね、忘れないようにしてください。ここをかなり使うかと思います。で、もう一個ですね、データの入れ方なんですが、Procreate Dreams なので、Procreate とですね、かなり関わりが深いです。なので、Procreate をですね、ここに Procreate を持ってきてあげて、ここからですね、例えば、こういうのを掴んで、こっちにグググッと持ってくるとですね、これでも読み込むことができます。これで戻してあげましょう。こんな感じでですね、画像を読み込むこともできますので、覚えておくといいかなと思います。今回はちょっとこれは使わないので消していきます。こんな感じで読み込み方でした。で次にこれに早速絵を描いていきたいと思うんですが、ドリームスで絵を描く場合はですね、このペンのボタンがこれなんですね。作画のボタン、描画&ペイントという名前が出てきます。これを押してあげると、上の方、ステージの方でですね、絵を描くことができるようになります。
で、ここでですね、例えば白色とかにして、こうやって書いてあげると。で、ペンもですね、最初からプロクリエイトのデフォルトのペンはいろいろ入ってますので、これで全然問題ないかなと思います。左右で、この辺はね、プロクリエイト使ってるとおなじみですね。ブラシの大きさだったり、ブラシの不透明度をここで変えることができます。これでね、こんな感じで鳥を描いて、描いていくっていう形なんですが、ここも一緒ですね。ぼかし、消しゴム、レイヤーもあるし、色も変えることができます。この辺はプロクリエイトと一緒です。で、こんな感じでですね、1個書くことができました。で、この次、これをですね、いっぱい書いていってアニメーションさせて、こうパタパタしたね、アニメーションさせていくんですが、このアニメーション、パラパラ漫画みたいなアニメーションを書く場合ですね、アニメ描画の場合は、この真ん中、ここをですね、ここに線があるんですが、ここを下にぐーっと下げてあげると、こんな感じでフリップブックというモードかなモードになります。これ何かっていうと、これ1コマ1コマね、コマが絵になってます。こんな感じでね。これパラパラ漫画の1枚1枚だと思ってください。これもう一回押したら×が出てきますので、×を押すとこんな感じでタイムラインに戻ります。で、今のパラパラ漫画の状態、フリップブックの状態ですね。はですね、この再生マーク、これ再生ヘッドって言うんですけど、このヘッドを一番最初に持っていってあげると、1秒のところですね。この状態でフリップブックにすると、これ以上左にね、行かないんですね。なので、これが1コマ目になります。1コマ目ですね。で、次2コマ目、3コマ目という形になっていきます。で、これでですね、どんどんイラストを追加していきたい場合ですね、この1コマ目、コマをポンって押してあげる、タップしてあげるとプラスボタンが出てきますので、これプラスを押したらこんな感じでコマが出てきます。透明のね。で、これどうなるかっていうと、こういう感じで2コマ目を自動で作ることができます。なので、こんな感じでですね、プラスして作っていったり、例えばこれをですね、2コマ入れたい。この状態で2コマ入れたい場合は、複製とかを押してあげるとですね、長押ししたらメニューが出てきますので、これで複製としてあげると、これが2コマになるんですね。で、こっちで見てみると、ここに2コマ。よいしょ。同じ絵がね、入って、3コマ目が何もない状態という形になります。こっちで見ると、1コマ目、2コマ目、3コマ目ですね。こんな感じでですね、1フレームごとにこうやって絵を描いていくことができますので、これで絵を描いていくと。で、そのフレームの数ですね。さっきのこの設定ボタン、ドリーム3のところを押して、設定ボタンのところからフレーム、1秒のフレームがここで表示することができます。今24フレームなので、1秒の中に24枚絵を入れることができるのがこれですね。再生時間5秒とかしておきましょうかね。すると、ここで黒くなっているので、5秒でね、切れるような状態となっております。こんな感じで後から設定を変えることもできるよということですね。はい。というわけで、続きやっていきましょう。でフリップブックにして、2コマ目まで一緒ですね。元に戻っちゃいましたね。で、この3コマ目ですね。1、2、3コマ目。ここからちょっと絵を描いていきたいんですが、この3コマ目に新しく絵を描くときにですね、前の絵が消えちゃうんですね。これだと描きづらいので、なんか白い点が出てる。消しゴムでね、こういうのを消していきましょう。書きづらいので、その時はですね、この数字、秒数のボタンを押してあげると、オニオンスキンというものがね、表示することができます。これ何かっていうと、こんな感じで、前のコマの絵をですね、青く表示することができます。これ色はね、ここで編集で変えることができますので、自分の好きな色だったり不透明度をね、書いてみてください。と、こんな感じで前のですね、絵を見ることができるのがオニオンスキンだと思ってください。で、これを状態で次ここにですね、こう羽ばたいているようなイラストを描いてあげて、で、これもね、2コマ欲しいなった時は複製して2コマにして、次3コマ目に、今度はこうね、こういうのをどんどん追加していきます。で、またね、戻っていくようなイラストを描いてあげて、本当はですね、タイミングとかもうまく
取ってあげると、もっともっといいのがね、できるかと思うんですが、とりあえずこれでね、書いていきましょう。まあ、こんな感じで、1枚目が、これですね。この状態からこうバーっと進んでいって、この状態まで。一回消しますね。ってなると、こういう感じでですね、今書いたものが、バーっとこう出てくるんですね。今ここで動いてるのがわかるでしょうか？この状態で、これね、再生ボタンなので、これを押してあげるとこんな感じで再生していきます。で、このプロクリエイトドリームスの特徴としてですね、再生している場所、この画面内に収まっているところをループで再生します。なので、これアップにしてあげると、ここまででループにしていくんですね。なので、こんな感じで分かりやすくね、ループ再生していってくれることになります。ちょっとね、ここ太くなったりおかしくなってますが、こんな感じでとりあえず、OK としましょう。これでですね、パラパラ漫画、普通のアニメ作家ですね、のやり方の紹介になりました。この描画ペイントのボタンを押して、ここの真ん中を下に下ろしてあげて、フリップブックで調整するっていう形ですね。で、もう一個、後からフレームを調整したい場合は、フレームをポチッと押してですね、これ横にこう、わかりますかね、こう、スライドしてあげるとですね、フレーム単位で大きさを変えることができたり、これ移動したりね、することができますので、これを使っていろいろ移動したりとかをしていってあげると。で、これ今1個ずつフレームが分かれてるんですが、これをですね、グループ化したい場合は、次はこれですね。編集ボタン。これタイムラインの編集ボタンなんですが、編集ボタンを押した状態でペンでこうなぞってあげます。そしたら赤くね、なるのがわかると思うんですが、この状態で全部選択されましたよと。で、その状態で長押ししてあげるとグループ化というものが出てきます。で、これを押してあげるとグループに、ね、なりますので、これを使ってグループ化をしてあげると。で、このグループはですね、このボタン、下のボタンを押してあげると、グループの中も見ることができますので、こんな感じでね、こっちは一個一個分かれてます。これを調整してね、編集することもできます。で、あとこの横のチェックマークを押すと消えます。表示非表示もね、変えることができるっていうのがこのグループ化の特徴になります。というわけで、この右上のですね、このタイムライン編集っていうので、調整したりですね、今からちょっとこれを動かしていきますが、この編集ボタンが結構重要になってきます。なので、これで作画、これで編集ですね。でちょっと編集やっていきます。で、この編集のタイムラインなんですが、幅の調整とかの方法はですね、2本指でスワイプすることでパンすることが、横にね、スライドすることができます。上も一緒ですね。で、2本指でピンチアウトとかピンチインすることででっかくすることができます。で、あとは3本指で右に流したり左に流すことで、この秒数の表示の時間がね、わかりますかね、変わります。表示の長さかな。で、今度は3本指で上に動かしてあげると、ここのグループの太さが変わってきます。こんな感じですね。だいたいこれぐらいがショートカットになります。あと4本指で、ここのステージを押してあげると、全体になります。こんな感じでですね、これぐらい使えると、ある程度調整が効くかなと思いますので、ここら辺はね、覚えておくといいかなと思います。で、今この鳥の羽ばたいてるやつですね。今ここまでなんですが、これまた増やしたいなっていう時は、このグループを長押ししてあげて、ここにコピーとか複製がありますので、複製してあげると横にね、くっつきますので、これをね、こう流してあげると、どんどんこう羽ばたいていくと。で、こんな感じでどんどんですね、複製してあげていくことで、こうずっとね、羽ばたいているようなアニメーションを作ることができます。で、あとはこれをまたグループ化してあげて一つにしてあげるとですね。こんな形で、まず簡単な鳥の羽ばたきの方法ですね。で、この後、今素材として、これ素材なんですが、素材としてね、作ったこの鳥をちょっと動かしてみましょう。この動かす方法も、キーフレームをですね、打つことで簡単に動かすことができます。で、そのやり方ですね、どうやるかっていうと、この鳥ですね、このタイムラインのところの再生ヘッドをね、ポチって押してあげると、こんな感じでアクションが出てきますので、ここでいろんなね、アクションをかけることができます。フィルターをかけることもできますし、移動をかけることもできます。今回ちょっとね、移動していきますので、
移動を押してあげましょう。そしたらこんな感じでボックスが出てきますので、このボックスでですね、拡大縮小とかをすることができます。こんな感じでね。で、拡大縮小するときですね、今ここに十字があるんですが、この十字をですね、調整してあげると拡大縮小しやすくなります。そのやり方はこの3点リーダーをして、アンカーを編集ですね。これを真ん中あたりに持っていくことで、今ちょっと変なのがね、右側にもありそうですが、この状態ね、この状態にしてあげることで、今ね、アンカーというのはここに移動しました。で、ここでまた拡大縮小するとですね、さっきの十字を元にこう拡大縮小していくので、ここで拡大縮小してあげて、じゃあめちゃくちゃでかくしてみましょうか。こんな感じでね、でかくして、で、これが、今この一番最初のコマですね。で、これをぐーっと持っていって、ここで動いていってあげる、動いてくれるんですが、一番最後に持っていったところで、もう一回ポチッと押して、今度は移動。一緒ですね。拡大縮小ですごいちっちゃくしてあげましょう。ちっちゃくして、場所もこの辺にね、移動してあげます。で、してあげるとどうなるかっていうと、こうやってね、動かすことができます。こんな感じ。これどういうことかっていうとですね、一番最初のコマではこれぐらいの大きさなんだけど、これ一番最後のコマで、この辺まで移動してくださいっていう命令をね、ここでキーフレームというので打つことができます。で、キーフレームでそれを打つ内容がこのパタパタしたですね、アニメーションなので、このパタパタしたアニメーションのを保持しつつ、奥までね、こう行ってくれるっていうようなアニメーションを作ることができます。これを使うことでですね、まずアニメーションの素材をこの描画で作ってあげます。で、その描画で作ったアニメーションの素材をいろいろと編集でですね、キーフレームを打ったりとかすることで、こういう形のね、アニメーションを作ることができるよというのが、基本的なこの Procreate Dreams の使い方になるかなと思います。あとは、もう一個ですね、動きをつける方法がありまして、これちょっと複製しますね。複製して、今度は上に持っていきましょう。こんな感じでタイムラインね、上に持っていくと、同じのがね、今、同時にこことここにある状態になります。で、このタイムラインなんですが、これですね、このマーク。このマークが移動とかのポイントになりますので、これ長押しでですね、削除することで、ですね。で、消すことができます。で、消してあげることで、ここでね、飛んでるだけの状態になりますので、いらない部分はね、こうやって消してあげるといいかなと思います。これで場所を変えることでですね、2匹目の鳥を作ることができる。今この複製したやつなんですが、先ほどこれを押してキーフレームを打って、キーフレームアニメーションっていうのを説明したんですが、次はですね、パフォームというアニメーションを説明したいと思います。これが最後ですね。パフォームというアニメーションはですね、このProcreate Dreamsのちょっと面白いアニメーションの動かし方ですごい直感的なですね、アニメーションの方法になります。でそれどうやるかっていうとですね、このメニューのですね、この丸ボタン、これ録画ボタンですね。これが最後ですね、最後のメニューボタンになるんですが、これを押してあげるとですね、録画状態になります。で、これでですね、今、録画されている状態なんですが、ここで例えばですね、これを大きくしていってあげたとします。そしたらですね、この下がですね、わかりますか？ここ、うわーっとこう走っていくんですよ。今わかりづらかったと思いますが、録画している状態でですね、この再生ヘッドがぐわーっとこう横にね、流れていきました。で、流れていって僕がこれを拡大縮小してたのがずっと保存されていくんですね。で、一回ちょっと切ってみますね。で、切って再生してみるとどうなるかっていうと、この状態で大きくしていってたので僕がどんどん大きくなっていくんですね。もう一回やってみますね。この状態の時にですね、今何もない状態ですね。こんな感じで、この場で羽ばたいてるんですが、この録画ボタンを押してアップしていきます。拡大ですね。拡大していくとですね、一気にこれがガーッと右の方に走っていきますので、こんな感じでね、走っていきます。で、離してあげると、拡大していく動きがですね、保存されます。で、これを流していくと、こんな感じで、自分が拡大した動きですね、を持ちながら、こんな感じで
アニメーションさせてあげることができます。なので先ほどみたいにですね、キーフレームって大きさを変えてとかじゃなくて、もう直感的にですね、動かして、それが勝手に録画されるのでですね、かなり直感的にアニメーションを作ることができる機能となっております。重ね掛けもですね、できますので、もう一回録画して、今度はですね、これをちょっと左右に動かしてみます。こんな感じで動かしていくと、ここは録画ね、されてますね。で、録画されてたので、これ流していくと、こんな感じでね、左右に動いていくと。これですね、1個前のは今消えてしまったので、まとめ掛けするときはですね、何回もしないと、1回の録画で何回もしないといけないですね。なので、1回録画して、もう1回ちょっと拡大していきますね。こう拡大していくと。で、その後にもう1回最初に戻して、今度は移動していきますね。で、移動していくと。こんな感じで拡大したまま移動していきます。なので、それが加わって移動しながらこうやって拡大していくっていうアニメーションを作ることができました。で、さらに、フィルターでぼかしとかをかけてあげるとですね、こんな感じでぼかすこともできます。今少しずつボケていったのがわかるでしょうか。こんな感じでちょっとボケてますよね。こんな感じでですね、いろいろエフェクトを足しながらアニメーションを作ることができます。あとはここ、伸びちゃった場合はですね、引っ張って長さを合わせたりすると、綺麗に合わせることができますので、これで合わせてあげて再生していくと、こんな感じにアニメーションを作ることができるというのが、このプロクリエイトドリームスのですね、特徴となるこのパフォームというアニメーションになりました。はい、というわけでですね、こんな感じでいろんなアニメーションの作り方が内装されているアプリになるのですが、基本的にはですね、素材を作って、その素材をですね、各自動かして、合わせていって編集するっていうのが基本的な使い方になっていくんじゃないかなと思います。最初に流していたこのアニメーションですね。このアニメーションもですね、こんな感じになります。今ですね、ちょっと見にくいですが、ここに雲がね、流れてるんですね。このようにですね、雲のレイヤーがあって、で、その上にですね、鳥のレイヤーが3枚重なってます。で、各鳥がこうやってね、動いていくアニメーションがバラバラに設定されていて、一番上にですね、こんな感じで光のレイヤーがありますので、光がこう差していくような効果を入れております。なので、それを全部合わせるとこんな感じのアニメーションになると。なので、このアニメーションの場合はまず背景 BG ですね。プラス、この雲、動く雲。プラス、鳥が3匹。プラス、この光ってる差し込む光ですね。6枚でね、構成されているようなアニメーションとなります。で、これにさらに音楽だったりとか、他のエフェクトだったりとかね、追加して一つのアニメーションになっていくという形になりますので、かなりですね、この一つのアプリでアニメーション作って編集していろんなことができるアプリとなっておりますので、ぜひですね、一度触ってみたら面白いんじゃないかなと思います。アニメーションで作ってみたいなって方は、かなりおすすめのアプリになっているかなと思いますので、ぜひぜひね、触ってみてください。はい、というわけでですね、今回は新しく出たプロクリエイトドリームズの紹介になりました。簡単なね、紹介になりましたが、なんとなくでもですね、使い方が伝わればいいなと思っております。とりあえず、素材を書いて、素材を動かして、編集して、一つのアニメーションを作ろうというね、形で使っていくと、いい感じにアニメーションが作れるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひいろんなアニメーションを作ってもらえればと思います。はい、今回はですね、基本的なアニメーションの使い方、このアプリのね、使い方だったり、簡単な紹介だったんですが、次回以降ですね、より詳しくだったり、こういう風にしたらもっと面白いの作れるよとか、いうのを紹介していけたらいいなと思っておりますので、ぜひ次回以降の動画も見ていただければ嬉しいです。今回の動画が良かったり参考になったりという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベルを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。またイラストの販売等もしておりますので、概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。